皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の19日の木曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時31分ということで、1時間半ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、ここにアップしましたように山口紀之による伊藤詩織さんに対する準強姦事件のもみ消しと免責策動は安倍晋三首相が警察検察最高裁事務総局検察審査会を使って行った重大な権力犯罪であるというナンバー1ですね。というのが今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブは通算で2903回目ということで、現時点で音声も映像も問題なく配信されているということですね。ということでいつものように、火曜日一昨日12月17日夜のワイワイニュースライブで放送したメインテーマですね。続き、市民革命政権が政府日銀民間銀行による三位一体の国民資産横領からくりを廃止するとどうなるのかということで、ナンバー2ですね。ということでこれを YouTube 向けに、表紙を作ってくれました。これですね。安倍晋三が冷や汗をかいているということで、国民資産横領からくり廃止するとどうなるのかという、なかなか分かりやすいですよね。で、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが271名様、YouTube が399名で全部で670名ということです。から今日の画像ですけど、今日のメインテーマで、取り上げますけど、こいつ準強姦罪容疑の山口紀之を成田空港での逮捕直前に電話して中止させた当時の、警視庁刑事部長中村至っていうんですね。で現在出世してですね、警察庁の官房長をやってるナンバー3になってるんですね。警察庁長官から警察庁次官っていうんですかね、警察庁次長っていうのかな、でナンバー3が官房長ということで、大出世してるんですね。こいつは菅官房長官の補佐官を長年務めたということで、全部出来レースということで、このまま安倍政権が続くと次の警察庁長官になるんじゃないかと言われてるんですね。とんでもないやつですよ。今日の画像ですね。で今日の一言かな。今日の一言、前川喜平さんのツイッターですね。山口紀之の事件、刑事と民事で判断が分かれたのではないと。裁判所は判事で判断してないと。民事なんですね。判断したのは検察だと。検察と裁判所で判断が分かれたんだと。検察はなぜ起訴しなかったのかと。検察審査会はなぜ不起訴相当にしたのと。山口と安倍夫婦との関係がどう関係しているのか追及すべきはそこだという、まさにそういうことなんですね。今日の私が取り上げるメインテーマはまさにここですよ。警察と検察とそれから検察審査会っていうのは最高裁事務総局が直轄で管理してるんですね。この3つの国家権利を使って安倍晋三がこのお友達、特別のお友達山口紀之の準強姦罪という単純なる強姦よりももっと重いんですよね。
いわゆる酩酊状態で、気を失っているとか、あるいは幼い、女性たちを無理やり強姦した場合は準強姦罪ということで重いんですよ。これを告発されたお友達、特別なお友達、山口紀之を守るために国家権力を総動員して、事件がなかったことにしたということで、うまくいったと彼らは思ってたんですけど、昨日の民事裁判ですね、東京地裁の民事裁判で当然の判決が出て、山口紀之の準強姦罪というのは成立したということなんですね。ということで、頭へ、ジョシュア・マーチンさん、頭抱え中、中村至は警察庁長官官房長まで大出世していると。安倍晋三のために働けば出世できるというのが官僚の行動規範という。もう露骨ですよね。自分の言うことを聞けば出世させてやるよと。こういうのを露骨に、普通だったらこれほど露骨にしないんですけど、安倍晋三はバカですから全て露骨にしちゃうんですね。で最後は失敗するという繰り返しでしょ。それから頭抱え中さん、ジョシュア・マーティンさん、お茶爆10ですね、 Z です。から翔さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。からキララカットさんがお茶爆10ですね。から土山純一さん、いつもありがとうございます。お茶爆10配信ありがとうございます。からコンティニューコインが2枚ですね。そして今日の放送の前に砂月さん、皆倉さんというんですから、いい映画を残してくれてありがとう。普通の仕事がしたい。追悼上映会が開かれると。レイバーネットですか。から砂月さん、韓国は駐留アメリカ軍に対し進んで5倍払うつもりはないと。マスコミに乗らない。それは当然でしょう。要するにヤクザに因縁つけられたようなものですからね。からサムスン労組画界考察、イ・ジェヨン副会長の側近など7人と法廷拘束されたという。すごいですよね、韓国は。いわゆる権力犯罪に対して司法がちゃんと機能してるんですね。から砂月さん、令和新選組は本当にカルトなのかというハンセンな家作りと。まあこのタイトル自体はあんまり内容が分かりますけどね、こういうタイトルをつけるっていうこと自体がね。第506回あぶり出されるこの国の生きづらさ、令和現象の正体を読んでと。雨宮かりんさんですか。から流れを海洋、本沢二郎の日本の風景3528から非常に重要な化学兵器禁止機関スキャンダルが展開中、それを誰にも語らない理由はこれだと。マスコミに載らない海外記事と。それから山口紀之さんの判決を受けて元所属先の TBS 誠にかんと、本当無責任だよね、この TBS。何が自分のあれでしょ、TBS のワシントン支局長というタイトルを使って、彼女がその信用したわけですよね。本来だったらもうTBS がこのいわゆる幹部社員の犯した準強姦罪事件に関してちゃんと真相究明すべきですよ。ジャーナリズムとしてそれを遺憾ですという一行コメントで、水に流すという。 TBS 特に現場は頑張ってんだけど、もう経営幹部は腐ってんでしょうね。雪丸馬さん、白熊スタンプ、久しぶりですね。ということですね。今までのところを
アップします。表紙。えーっとそれで、現時点での視聴者数ですね、670名と。でもこの難しい金融問題を皆さんよく我慢して見てくれてますよね。670名様も。それから今日の画像、大出世した中村至ですって、東京大学法学部ですよ。ろくでもないね、東京大学法学部の官僚政治家。ほとんど全部 90% 以上が権力犯罪者でしょうね。ものすごい確率ですよ。だから解体すべきなんですよ、こんなとこは。早いとこ。今日の一言、前川喜平さん、裁判所の民事と刑事での判断が異なったというんじゃないんですよ。民事の判断は当然ながら東京地裁の刑事部に検察が彼を逮捕起訴し、刑事として訴追すれば当然同じような結論になったわけですよね。だから検察は彼を起訴しなかったと。でさらに検察審査会が不起訴は相当であるといういわゆる不服申し立てを拒否したんですね。裁判所で刑事で判断しないと。判断したのは検察と、そういうことですよ。検察はなぜ起訴しなかったのと。検察審査会はなぜ不当起訴不起訴相当としたのかと。検察審査官もどうにでもなんですよ、あれば。いわゆる一般の人をなんか抽選で、2つに分かれるんですよね。で十何名集めて、それに対する事件の内容の証拠証言等々っていうのは全部検察官がするんですね。だから検察官の提案次第で、出す資料方向性によって完全に誘導可能なんですね。だからもう出来レースなんですよ、これ検察審査会っていうのは。東京大学法学部も内閣府も解体した方が世のためと。そうですよ。他にも解体した方がいい組織が日本という本当そうですね。だから最高裁も解体と、最高裁事務総局解体と、それから自民党解体、それから警察解体、最高検察解体、法務省解体、全て解体ですよね、これね。雪丸松さん、まだ二審三審と上告するでしょうし、高裁や最高裁は腐ってますから、また変な判決が出される可能性があると。どうせ山口や安倍に泣きつくんでしょうしと。でもこれはあれですよ、いわゆる我々の世論の力で、二審三審絶対、山口を免責免罪するような判決出すなという世論をですね作るしかないんですよね、これで。それは可能ですよね。少数ながらまだ日本の裁判官の中でも 5% ぐらいの人は、良識的な人がまだ残ってるんですね。
だからそういう人たちがまともな判決が出されるように、まあ、我々の世論の力を広範にしていくと、東京高裁が変な覆すような判決、一審判決差し戻しみたいなね、バカな判決を出さないように、世論の力で、そのような判決を絶対出させないという働きかけが必要ですよね。まあ、どうしようもなきゃ彼を切り捨てるでしょうね。でも安倍晋三自体がもう持たないでしょう。それはこれだけのスキャンダル、今までやってきた国家権力犯罪、悪行が全て逆回転し始めたんですね、これね。今までうまくいってたから今後もうまくいくだろうと言って彼は有頂天になってたんですけど、もう奈落の底に向かって、まっしぐらに転落すると。で最後は安倍晋三を逮捕し起訴し、パク・クネ韓国前大統領以上の無期懲役で監獄にぶち込むということが我々の義務でしょうね。ということで何でしたっけ。解体の話です。から今日の注目情報ですね。これは東洋経済オンラインでなかなかいい記事なんです。東洋経済オンラインっていうのはフルの記事を全部オンラインで公開してるんですね。だから朝日とか毎日とか読売とか日経とか等々が有料記事化して、全文記事はほとんど見れないという傾向に対して、大したものですよね。だから今日取り上げるのがアメリカが静かに殺す学生ローンという爆弾と。ローンの総額がついに1兆ドルを突破と。1兆ドルどころじゃなくて、アメリカの学生が抱える学生ローンの総額は今年初めて1兆ドルを超えたと。そして、で現在4000万人を超えるアメリカ人が総額1兆5600億ドル、170兆の学生ローンを借りてると。だから現役の学生が借りてるのが1兆ドル、170兆円。そして卒業してもまだ抱えてる人が、5600億ドル、70兆円抱えてると。で、4000万人なんですよ。すごいですね。これはまさにもう金融経済に課税して帳消しにするしかないですね。ということで、これはなかなかいい記事ですので、ぜひお読みください。URL を今貼り付けますので。アメリカ、日本と違う。アメリカ、日本と、アメリカおよび日本に住んでると、教育に金がかかると。保護者が負担して、援助しないと学校、高等教育を受けさせられないというのが常識になってるんですけど、まあ私、フランスに長くいたんで、フランス、ドイツ、イギリス含めて、ほとんどヨーロッパの国っていうのは、教育はタダなんですよね。この違いをアメリカ人は知らないんでしょうね。教育はタダであると。日本人もヨーロッパの国は教育がタダっていうのは当たり前だということを知らないんです。知らせないと。それで、わざと競争を激しくして大学の門を狭くして、学生と保護者を競争させて、で、焦った親たちは子供が落ちないように塾とか
あ、何ですか、学習塾等々に通わせると、高い金を払って通わせると、こういう構図になってるんですよね。今日の注目情報ですね。そして次に今日最後なんですね。このジム・ロジャーズ著日本への警告というこの本の最後の後書きです。今日が58回目ですね。今年の8月の6日から始まったんで4ヶ月かかりましたね。今日後書き、ここを読んで終わりにします。後書き、本書をまとめるにあたって私は過去の著作を読み返してみたと。1989年から始めたバイクで世界一周旅行を綴った著書、冒険投資家ジム・ロジャーズ世界バイク機構、大投資家ジム・ロジャーズ世界を行くを解題修正し文庫化、日経ビジネス人文庫っていうんですねに帰した世界と今日の世界を比べると、その変化の大きさに驚かされると。融通が利かない官僚のせいでまともに旅行することもできなかった中国は今や世界に開かれ、覇権国家としての道を歩んでいると。北朝鮮と韓国の南北統一というかつては考えることさえできなかった変革も起きようとしていると。しかし過去の著書に帰した私の根本的な考え方は何ら変わってないと。物事は変化するのが常であり、歴史は繰り返されるという真理を理解すれば、今起こっていることの意味を理解することができると。日本についてはあらかじめの予想されていた悪いシナリオが現実のものになってきていることを感じると。冒険投資家ジム・ロジャーズ世界バイク機構の文庫本後書きにおいて私は日本についてこのように記していたと。2004年のことだと。世界のファーストクラス、最も豊かな国である日本が今失望の淵にあるのは逆説的でもあると。日本は人口統計学的問題を抱えていると。自殺率は史上最高だし、出生率は史上最低だと。このままでは100年後には人口が半減し6000万人程度になってしまうと。その不足分を移民で受けるようともしていないと。また巨額の公的負債と融通の利かない規制が問題となっていると。これ書いてあるのは2004年なんですね。15年前なんね。今回改めて記した本書と比べてもほとんど同じ問題を私が15年前に記していたことがわかると。今の日本は出生率は相変わらず悩み、財政赤字による公的負債はありえない規模に達していると。問題はむしろ悪化したと見て間違いないだろうと。2004年当時、私は日本への処方箋として起業家精神を育むことを進めたと。死んだ木を取り除いて新しい成長を促すべきだと。これは2019年の日本にとってますます重要になっていると。本書では日本の根本問題を改めて指摘するとともに、問題に対する抜本的な解決策も示したつもりだと。さらには個人としての人生を成功させるための考え方も明らかにした。これを実行するかどうかはあくまでも日本人の、そしてあなたが判断することしかないと。しかし日本を愛する一人の人間として、一人でも多くの日本人が自らの幸福のために行動できるようになることを願っていると。日本は世界で最も素晴らしい国の一つになれるし、なるべきなんだと。本書の制作にあたってはオックスフォード大学大学院の同窓であり、シンガポールにも居住するコザと白兵氏に私の自宅にてインタビューを行ってもらったと。この場を借りて特別に感謝を申し上げたいと。2019年6月ジム・ロジャーズと。これが後書きですね。やはり彼は日本が好きなんですよね。あまりにも日本が巨大な解決不可能なような人口問題とかあるいは巨額の債務とか融通の利かない官僚統制とか等々15年前に指摘
指摘したことが何ら解決されず、ますますひどい状態になっていることに対して非常な危機感を持ってるんですね。ということで、彼がいわゆる我々にとっては投資家、国際的な大富豪投資家で向こう側の人間だというふうに思いますけど、でも彼の言ってることは非常に我々にとっては意味深いことがたくさんありましたね。ということで、今これまでの推奨本の朗読は今回で終わりということです。そして明日からですね、明日金曜日から新しい本、グレタたった一人のストライキと、これはお母さんが主に書いて、お母さんと妹と、それからグレタのお父さんと家族総出で共著になってるんですね。これは地と月社という出版社が今年の10月7日に出したばっかなんですね。でもう4版重ねてるんで、よく読まれてるんでしょうね。ということで明日からこの本を朗読しますということです。次に今日のメインテーマですね。元 TBS ワシントン支局長山口紀明によるジャーナリスト伊藤詩織さんに対する準強姦事件のもみ消しと免罪免責策動は、安倍晋三首相が警察検察最高裁事務総局検察審査会を使って行った重大な国家権力犯罪であるとのナンバー1なんですね。で、安倍晋三首相は元 TBS ワシントン支局長山口紀之が伊藤詩織さんから告発された準強姦罪容疑事件で警察を使って逮捕させず、検察を使って起訴させず、検察審査会最高裁事務総局直轄を使って不起訴不服申し立てを却下させ、山口紀之を免罪免責にしようとしたのが最後に大失敗したということなんですね。で、なぜかというと、昨日水曜日2019年12月18日東京地裁民事部鈴木昭弘裁判長は、伊藤詩織さんが山口紀之に対して提訴した損害賠償民事裁判の一審判決で、山口紀之が伊藤詩織さんが、酩酊状態で意識がなく合意がないまま性行為に及んだと、準強姦を犯したことを公式に認めたんですね。で、もしもこの裁判が東京地裁の民事部ではなく刑事部で行われていたならば、山口紀之は準強姦罪で最低懲役5年の実刑判決を受けていたことは確実なんですね。なぜならば、同じ準強姦罪容疑で逮捕・起訴され、合意の上での行為だったと一貫して無罪を主張していた元アテネ北京五輪柔道金メダリストの内柴雅人、当時34歳の準強姦事件で、準強姦罪が認められ、最高裁ですね。で、5年の実刑判決が確定して、彼は刑務所暮らしをしたんだということが実際にあったんですね。それじゃあ同じ準強姦罪で内柴雅人と山口紀之では、なぜこのような異常な処遇の差があるのかと、誰もが感じますよね。思いますよね。それは元ワシントン支局長山口紀之は安倍晋三の特別のお友達であり、国家権力を使って守る存在だったからだと。で、元アテネ、北京五輪、柔道金メダリスト内柴雅人は
安倍晋三の特別のお友達ではないから守る必要はなかったんだと。この差なんですね。で、安倍晋三首相による重大な国家権力犯罪の命令系統は以下の通りだということで、ルートが1、2、3、4つあるんですね。1、検察ルート。これは逮捕を中止させたと。これは安倍晋三首相が菅官房長官に命令し、菅官房長官が杉田副官房長官と、杉田っていうのは77、8のじじいなんですけど、なぜか定年、を大幅に上回って、もうヨレヨレの状態なんですけど、安倍が側近として、重宝してるんですね。元の警察庁の警備局長ですよ。例のオウム事件の、サリン事件があった時の警察庁の刑事局長最高責任者だったんですね。本来だったらあのような凶悪事件をオウムに起こさせたということで、引責辞任すべきところを彼は逆に出世しちゃったんですね。そして安倍第一次内閣で、副官房長官となって、そのままもう7年も安倍側近として特に警察権力を一手に彼は使っていると。だから沖縄の辺野古に対して警視庁機動隊を動員して辺野古基地反対闘争を続けている現地の住民たちに対して暴力的に弾圧する処置を取ったのはこいつなんですよ。杉田なんですよ。で、その下に北村茂という、彼は出世して現在は国家安全保障局長になってるんですね。兼内閣特別顧問です。前の前内閣情報官ですよ。いわゆる内庁の公安のトップですよね。で、そこからさっき言ったこの中村至という、当時は警視庁の警備局長、警察庁の警視庁の刑事部長だ。それが逮捕状を持って、山口ワシントン支局長紀之が一時帰国するということで、成田で逮捕するために逮捕状を持って、裁判所が出した逮捕状を持って待ってたんですね。高輪署の刑事が。そしたらその現場にですね、この当時の中村至警視庁刑事局長が直々に電話して、山口を逮捕を中止しろと命令したんですね。だから中止になっちゃったんですよ。だからこの警察ルートはこのルートなんですね。から検察ルートですね。不起訴処分にしたと。これは安倍晋三首相と菅官房長官から黒田という法務省の事務次官に出世した。これを経由して最高検の検事総長、そこから東京地検の検事長、それでもみ消したと。不起訴処分にしたと。こういう流れですよね。から3つ目、検察審査会と。これはどこが金を出して管理するかといった場合は、最高裁の事務総局なんですね。の直轄部隊なんですよ。で、これが結局、検察が不起訴処分にしたということに対して、伊藤詩織さんが不起訴処分は不当であるということで、異議申し立てをしたんですね。で、それを審査したんですけど、結局、不起訴は相当であるという却下した結論を出したんですね。で、このルートはどういうルートかというと、安倍晋三首相から菅官房長官から今崎幸彦という最高裁事務総局の総長、
そして東京検察審査会の局長に行ったと。そして、これは全部で東京検察審査会っていうのは内部に6つぐらいあるんですね。第1から第6ぐらいまでって。でその都度案件が異議申し立て、されて案件が出てきた場合は、その都度いわゆる一般の有権者からくじ引きでですね、15名ぐらいの検察審査会の委員を選ぶんですね。そして、何回かの会議をして、その中でその案件に関して、ほぼ検察の資料が提示されるということで、検察が決めた方向に結論が出るようになってるんですよね。だからこの場合も伊藤詩織さんの準強姦告発容疑事件に関して、東京地検が不起訴処分にしたことに対して伊藤詩織さんがおかしいということで不服審査を東京検察審査会に、願い出たんですけど、それを却下したと。検察の不起訴処分は相当であるというとんでもないあれをしたんですね。だから結局彼女は刑事では訴追できなかったから民事で、彼の合意なき性行為によって、精神的な肉体的な、傷を負ったと。それに対して民事で賠償請求裁判を起こしたんですね。それの判決、第一審判決が東京地裁で昨日あって、本来だったら東京地裁の刑事部で刑事裁判の中で、準強姦を認める判決を出すところを民事の裁判で出したということで、1100万円の賠償請求に対して330万から3分の1に値切っちゃったんですけど、一応山口の準強姦罪は成立しちゃったんですね。から4つ目、これはネトウヨルートって言って伊藤詩織さんに対するバッシングやると。それから山口紀之に対しを擁護するような世論作りで動員しているということで、安倍晋三から内閣調査室、いわゆる内庁ですね、公安ですね、それと同時に安倍晋三は自民党の総裁ですから、自民党のネット局っていうのがあって、そこがネトウヨを2万人ぐらい組織して金を払って、ネットでの極排外的なネトウヨの世論操作をさせてんですね。でそれを実際に、やってるのが電通というこういうルートですね。ということです。ヘチさん、最高裁に前例があったなら前例に頼る司法なら前例通りにしようというはずです。そうですよ。だから内芝事件があったから、本来だったら一審がそのまま、高裁、最高裁でそのまま行くでしょう。そして5年以上の実刑判決が下るでしょうね。だからそのことを我々はそれが当たり前の司法の姿だということをありとあらゆる機会を捉えて多くの人に訴えて、そのような世論を作ると。伊藤詩織さんのこの準、強姦事件、を本来だったら刑事事件として、起訴し
逮捕し起訴し、そして山口を法廷に引っ張り出して彼の悪行をですね暴いて実刑判決で刑務所に送るということを再度やるべきでしょうね。それは我々の戦いによるでしょうね。ヘチさん、コンティニューコインですね。準強姦罪が成立したということが重要ですねという、そういうことですよね。だからもう判決があるんですよ。だからそれを覆すほどの証拠とか証言が出てこないですよね。逆にホテルのドアマンがタクシーから無理やりですね、嫌がる伊藤詩織さんを無理やりほとんど酩酊状態で歩けない、伊藤さんを抱えて無理やりホテルに連れ込んだという証言をドアマンがしてるんですね。だからもうさらにもう決定ですよ。これは誰が考えたって彼の準強姦罪を犯したことは明白ですよね。だから彼が私は無罪だと言って内柴もずっと私は無罪だと合意の中で、性交渉をやったんだというふうに、ずっと言ってたんですけど、最高裁はそれを認めないで、準強姦罪を犯したということで5年の実刑を確定したということですので、まあこういうふうなあれになるでしょうね。ということです。そして、関連記事として、伊藤詩織氏が勝訴と合意のないまま性行為認めるということで朝日新聞デジタルですね、昨日付の記事、それと2つ目がこの関連記事2として柔道メダリスト内柴被告に懲役5年の実刑と東京地裁判決と準強姦罪ということで、これは2013年2月1日の日経新聞ですね。だからもう6年前なんですね。この2つの関連記事を載っけましたということです。ということで、今日のメインテーマのポイントだけでも、そっか、そうですね。今日のメインテーマ、これか。これ長いから2つですね。安倍晋三の国家権力犯罪の最も重大な犯罪の一つでしょうね。警察、検察、最高裁事務総局を使って犯罪者を逮捕もしない、起訴もしないと。そして検察審査会でも取り上げないという工作をしたっていうのは、韓国のパククネの国家権力犯罪どころじゃないですよね、これね。それだけでもう一発懲役20年、25年ですよね。これがテーマですね。で、安倍晋三首相は元ワシントン支局長山口紀之が伊藤詩織さんから告発された準強姦罪事件、容疑事件で警察を使って逮捕させないと、検察を使って起訴させないと、もう完全に独裁者ですよね、これね。日本は独裁国家だと。安倍が国家権力を
独占的に支配する独裁国家だということですよ。検察審査会、最高裁事務総局が直轄しているとを使って不起訴処分、不服申し立てを却下させた。で、山口紀之を免罪免責にしようとしたと。が失敗したということですね。彼はしめしめうまくいったと思ってたんじゃないですか。ところがどっこいですよ。で、昨日水曜日、東京地裁民事部鈴木翔陽裁判長は伊藤詩織さんが山口紀之に対して提訴した損害賠償民事裁判の一審判決で山口紀之が伊藤詩織さんが酩酊状態で意識がなく合意がないまま性行為に及んだと準強姦を公式に認めたと。だから彼女の証言だと2軒目のなんか居酒屋で、飲んでた時に急に意識がなくなったっていうんで、おそらく睡眠薬かなんか飲ませたんじゃないですかね。だからもう懲役5年どころじゃないでしょうね。懲役10年と。あいつは本当犯罪者なんですよ、あれ。私は無罪なんて言って昨日外国特派員協会で記者会見したらしいですけど、彼が表に出れば出るほど彼の犯罪者、彼が犯した犯罪がますます暴露されていくという。もしもこの裁判が東京地裁の民事部ではなく刑事部で行われていたら、山口紀之は準強姦罪で最低懲役5年の実刑判決を受けていたことは確実であると。なぜならば同じ準強姦罪容疑で逮捕・起訴され、合意の上での行為だったと一貫して無実を主張していた元アテネ、北京五輪柔道金メダリスト内柴雅人、当時の34歳の準強姦事件で準強姦が認められ5年の実刑判決が確定して、彼は刑務所暮らしをしたという全く同じ、事例があったんですね。で、同じ準強姦事件で内柴雅人と山口紀之ではなぜこのような異常なほどの処遇の差があるのかということですよね。それは元 TBS ワシントン支局長山口紀之は安倍晋三の特別のお友達であり、国家権力を使って守る存在だったからと。で、元アテネ北京五輪柔道金メダリスト内柴雅人は安倍晋三の特別の友達ではないから、守る必要はなかったから、この差なんですね。それじゃあ安倍晋三首相による重大な国家権力犯罪の
命令系統は次の通りだろうということで、警察ルートですね。これは逮捕を中止させたということ。異常ですよね。裁判所から逮捕状が出て、その逮捕状を持って一時帰国するワシントン TBS ワシントン支局長山口紀之を成田で逮捕するために、張ってたわけですよね。高輪署の刑事たちが。その刑事たちのところにですね、直接当時の警視庁刑事局長刑事部長の中村至が電話してきて逮捕を積んだという前代未聞のことを行ってるんですね。そういうやつが今は警察庁のナンバー3に大出世していると。漫画みたいなことですね。でそれは警察ルート、安倍晋三首相、菅官房長官から杉田副官房長官、元警察庁警備局長から北村茂国家安全保障局長兼内閣特別顧問と前内閣情報官とから中村至警察庁官房長官と現在の元の警視庁、刑事局長刑事部長とこういうルートなんですね。それで逮捕を中止させたと。から検察ルート、これは不起訴。これは安倍晋三から菅官房長官、そして黒田というこいつも悪い東大法学部卒の悪いやつですね。法務官僚、現在、法務省の法務次官ですね。そして最高検の検事総長と、そして東京地検の検事長と。検察はもう典型的なヒエラルヒーの組織ですから、トップの命令は絶対なんですね。こういうルートで不起訴にしたと。から検察審査会ルート、これは最高裁事務総局ルートなんですね。これは何したかというと、検察が不起訴にしたということに対して、おかしいじゃないかと言って、不起訴不服申し立てって言うんですね。不起訴申し立て却下と。これは安倍晋三首相から菅官房長官、そして今崎という昭彦最高裁事務総局に行って東京検察審査会の事務局長に行くと。こういうルートなんですね。こいつらみんな最高裁事務総局なんていうのが東京大学法学部卒業ですよ。とんでもないね。法の番人が公然と法を犯すと犯罪者になると。から4つ目がネトウヨルートということで、伊藤詩織さんに対するバッシング、そして山口紀之を持ち上げる、そういう世論操作をしたんですね。これは安倍晋三から内閣内庁で自民党のネット局、そして電通と、こういうルートですよね。そして、関連記事1、こ
これは伊藤詩織さんの裁判で勝利したと。全面勝利ですよ、これは。なんかどっかの記事に一部勝利とかなんかふざけたこと書いてあったけど、全面勝利ですよ。だから一部勝利っていうのは、その賠償の金額が1100万のところ330万しか取れなかったから一部勝利って言ったのかもしれんけど、でも内容的には全面勝利ですよ。そして2つ目が内芝金メダリストの準強姦裁判で5年の実刑判決が第一審ですけどね。でこのまま上告最高裁まで行って結局これが確定したということなんで、よっぽどのことがない限り伊藤詩織さんのこの民事裁判でも一審判決が確定しますよ。それを覆すほどの力もないでしょう、安倍は。レームダック状態ですからね。ということです。これが今日のメインテーマです。で、今日の時間が何分、なんか目がよく見えないですね。56分47秒か。で、視聴されている方が同時期で37名様、全体で93名様、98名。で、コメントが38件ということですね。で、トピックスに移ります。トピックス、最初。これトランプの下院での弾劾が賛成多数で可決されたと。で、今度は上院なんですけど、上院は共和党が多数なんで3分の2以上の賛成がないと弾劾裁判は取らないんですけど、上院で否決されるという見通しなんですけどね。で、ここで、不思議に思うのはですね、なんで議会が大統領弾劾の裁判をするのと。本来だったら最高裁あるいはアメリカにない憲法裁判所ですよね。本来だったら憲法違反のトランプの行為ということに対して、パク・クネの大統領職権を剥奪したというのは韓国の最高裁じゃなくて憲法裁判所だったんですよね。だからアメリカも本来だったら、日本もそうですけど、本来だったら最高裁の上にある憲法の番人である憲法裁判所を持つべきなんですよ。で、そこが大統領の犯罪を最終的に判断するというのがまともでしょうね。そうしないと、このように政治勢力によって大統領の弾劾が否決されちゃうということですね。だからアメリカの連邦最高裁でも9人のうち5人がトランプ派ですから、保守派ですから、最高裁がトランプ弾劾裁判をしたとしても政治的な勢力が固まってるんで、結論がもう最初から分かってるというふうになっちゃうんで、そうじゃなくて憲法の条文にのみ、依拠する中立な憲法の本当の番人である憲法裁判所がアメリカにも必要なんだという世論を作んないと、いつまでたったって結局大統領の国家権力犯罪は弾劾されないですね。上院で弾劾されても、下院で弾劾されても上院では3分の2ですからね。これも政治的な謀略ですよね。上院が2分の1以上なのに、なんで下院が3分の2以上必要なのと。このことも非常に謀略的な試みが感じられますよね。ということです。
えー、あ、マーチンさんですか。ジョシュア・マーチンさん、コンティニューコイン2枚ですね。なんかだんだんあれですね、目がぼやけてきましたね。で、次、伊藤詩織さん、これ今日の記事ですね。中傷やセカンドレイプに法的処置を取るということで、ハフィントンポスト。そうですよ、絶対必要です。要するにネトウヨによる、ひどい、中傷、暴力的な中傷、批判、罵詈雑言、これに対して、ちゃんと法的処置を取るという宣言を今日したんですね。これは正しいでしょうね。で、韓国ではこのネトウヨっていうんですかね、韓国の女優さんが立て続けに2人自殺しましたよね。その理由っていうのが、韓国ですごい普及しているネット、LINE 等々による誹謗中傷なんですよね。だから伊藤詩織さんも自分が受けたネット上の誹謗中傷に対しては断固として、法的処置を取るということでやるべきですよ。要するにネット用がネットを使って誹謗中傷する場合、必ず隠れてるんですけど、顔を見せないと、名前を出さないと、隠れて卑怯な行為を繰り返してるんですけど、今は裁判所が命令すれば、いわゆる IP アドレスを提出命令が出れば、業者はですね、通信業者は IP アドレスを出さざるを得なくなってるんですね。IP アドレスがあれば、その人間の名前とか住所とか等々全部わかるわけですよね。で、正式に、検察とか警察に告発して IP アドレス具体的にですね、何月何日のこのメールによって、ハニートラップだというひどい中傷を受けたということを検察に伊藤さんが告発すれば、警察検察は通信業者に対してその人間の IP アドレスを出させるわけですね。そうすると特定できると。そうすると伊藤さんは特定個人、に対して、刑事および民事の裁判を起こすと。こういうことを徹底的にやるべきでしょうね。あいつらはもう自分が名前を隠し顔を隠して、隠れた存在だから安心して罵詈雑言を投げかけるということなんで、それが100% 安全じゃないよと、すぐにバレるよという事態になれば一挙に沈むんじゃないですかね。ということで、彼女の戦いはずっと続くということで、みんなのためにこれは彼女の戦いっていうのは数万人数十万人の特に女性にとって、利益を出しますよね。恩恵を与えてますよね。からこれは面白いですね。鳩山市議員になるためには記述式試験を導入したらということで、そうですね、特に憲法に関する記述試験を全ての公務員に課すべきですよね。政治家、官僚。あなたは憲法第9条に関してどのような感想をお持ちですかとか、憲法第1条から8条が天皇制が来てますけど、なぜ、日本国憲法の最初に天皇制が来てんですかとかね、いわゆる丸×じゃなくて記述式が絶対必要なんですね。これは大賛成です。で、第2段階として有権者に対しても
投票権資格試験制度ということで、有権者も日本国憲法の基本的なところを理解しているかしてないかによって、投票権を与える与えないとすべきだと私は思いますね。日本国憲法を知らないと、政治も知らないと、国民主権も知らないと、民主主義も知らない人間がですね、ただただ20歳になったから、投票権があるから投票できんだという、いわゆる、自動車を公道で、運転するための運転免許を取るためには大変な思いしてるわけですよね。2ヶ月教習所に通って30万のお金を出して、そして、実地試験とそれから、ペーパー試験を受けて、でようやく2ヶ月3ヶ月経って、試験に合格してからようやく車を公道で運転できるという大変な思いをしながら免許を取るんですけど、それじゃあ運転免許よりも車を公道で走ることよりももう数十倍数百倍重要な国民が国の政治に関与するという投票権に関して、なんで20歳になったら自動的に投票権を与えるのと、おかしいんじゃないと。少なくとも日本国憲法の基本的なところぐらいは理解してないと、理解しない人間に対しては投票権を与えないというぐらいのことをしないとダメでしょうね。ということです。からまたしても東京五輪チケット首相枠があったと、聖火ランナーも桜を見る会状態にと、吉本芸人からこれは恵むっていうんですか、鶴のら芸能人が多数ということで、またしても同じような権力乱用を行ってたのがバレたということですね。安倍晋三もうダメでしょうね、ここまで来たら。無理やり解散に持ち込むか、あるいは体調不良で、政権を放り投げて総選挙になるか、どっちかでしょうね。そして今日の重要情報、これしおりさん全面勝訴で証明された警察検察のおかしさと、やはり御用記者山口紀之と安倍政権の関係が逮捕立件を潰してたというリーダーですね。今日の私のメインテーマと重なりますけどね。マイナス4。リテラス。リテラいいですよね。東京五輪チケットも反社会勢力がマルチ商法に渡っていることはそうでしょうね。チケットもあれですが、高額で闇で販売されてるんじゃないですか。ということで今日木曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただいてありがとうございました。現在日本時間で夜の11時40分ということで非常に遅れましたね。開始が1時間半ぐらい遅れましたんで、申し訳なかったですがお疲れ様でした。明日は9時から9時半の間に必ず開始したいと思いますので、よろしければまたご了承してくださいということですね。ジョシュア・マーチンさん、キャス君ですね。ということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。また明日ですね。